皆さんこんにちは。今回は近畿地方の中でも日本の中でもトップクラスに人気な観光地となっております大阪府へとやってまいりました。まずはじめにですね、今声をこうして聞いてもらったら少しわかるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私現在コロナウイルスに感染しております。コロナウイルスに感染しておりますので、熱はもう下がっているんですけれども、まだちょっと鼻声の方が治ってなくて、ちょっと聞き取りづらい部分とかあったりするかと思うんですけれども、その辺はですねちょっとご了承いただけたらというふうに思います。もしですね、鼻声になってなくても、コロナに感染してなくても日頃から聞き取りづらいよと、そういった方は右上の設定ボタンから字幕の方もちゃんと用意させていただいておりますので、そちらの方を好きな言語を選んでいただいて字幕の方で楽しんでいただければなというふうに思います。今回の大阪旅行なんですけれども、もう10年ぶりぐらいに大阪を訪れるということで、もうここへ来る前からですね、かなりワクワクして大阪へと、やってきました。でただですね、結論から言いますと、ここ最近の旅行でも本当トップクラスで楽しかった、そんな大阪旅行だったんですけれども、おそらくコロナに感染したのもこの大阪旅行でございます。普段はですね、この YouTube と別で仕事をしているということもありまして、かなりストックを持った状態で、いるんですけれども、日本では、早ければ5月下旬から、7月の上旬中旬ぐらいまで梅雨時期といってですね、雨がかなり降る時期があるんですけれども、ちょうどその期間で撮影に全然行けてなかったので、一気にですねストックを消化してしまって、なかなかストックがもうない状態になってきたので、この大阪に関してはですね、本当に直近で行った旅行の映像になるんですけれども、本当に10年ぶりの大阪ということもあり、かなり楽しい旅行にはなりました。なので、ぶっちゃけもうコロナウイルスに関しては、僕はですけど、そこまで気にしてなくて、もう日本でも5類に落ちてますし、やっぱりこうして旅行をしていても、マスクをしている方もですね、もうだんだん減ってきて、感染者数が増える時期とかっていうのは当然あると思うんですけれども、もうそこを気にしてたら、生活が正直できないかなっていうような話になってくるので、気をつけれるところは気をつけて、それ以外のことはですね、あまり細かいことは気にしないようにはしています。大阪といえばですね、たこ焼きですとか、お好み焼きであったり串カツであったり、美味しいものもたくさんあってですね、かなり有名なんですけれども、僕の中では、大阪といえばやはり関西弁ということで、大阪だけじゃなくて関西圏の方は皆さんですね、関西弁という方言を使われるんですけれども、この関西弁がやっぱりすごい独特で、何かこう標準語とかよりもすごい強い言葉に感じちゃうんですよね。で関西弁といえばですね、ちょっと一つだけ僕は物申したいことがありまして、それは何かって言いますと、ちょっとその前に待ってくださいね。この階段見てください。これもうエグザイルでしょ。これエグザイルのライブでこんな感じの演出がありましたもん。僕はエグザイルが結構好きで、毎年のようにライブに行ってたんですけど、もうその時の演出にそっくりで、もうこの通天閣の階段を降りてる時、登ってる時っていうのはもうエグザイルのライブに来たのかなって思うぐらいド派手でしたね。すいません、話が全然変わっちゃったんですけど、関西弁といえばですね、僕は関西圏には住んでないんですけど、高校卒業して、就職する人がいたり進学する人がいたりすると思うんですけれども、いずれにしても関西の方へ行った場合ですね、おそらく入学にしても入社にしてもほとんどが4月なんで、5月のゴールデンウィークに帰ってくる時っていうのはまだ1ヶ月しか経ってないんですけど、その1ヶ月でめちゃめちゃ関西弁になって帰ってくるんですよ。高校卒業する時って大体18歳ぐらいなんで、ざっくり18年間住んでいたところと1ヶ月しか住んでないところ、これで関西弁になって帰ってくるって意味わからないんですけど、この経験皆さんないですか？周りで絶対あると思うんですよね。もうぜひ水曜日のダウンタウンでやってほしいぐらい、もう関西に行ったら絶対関西弁になって帰ってくる説、もうこれぜひ取り上げてほしいぐらい信憑性の高い説だと思います。
別に関西弁になって帰ってくることは悪いことではないですし、いいんですけど、ただそこまでは映らないだろうっていうぐらい、もうほんとこっちがなんでやねんってツッコミ入れたくなるぐらい、もうすいません、僕も関西弁になっちゃってましたけど、ツッコミ入れたくなるぐらい関西弁喋る人っていうのがいるんで、これなんでなのかなっていつも不思議に思うんですよね。はい、ということで関西弁の話はこの辺にしておいてですね、せっかく大阪に来たのでやっぱりたこ焼きを食べたいなということで、地元の方で話を聞いたら、こちらのわなかというお店がすごく美味しいということで、早速やってきたんですけれども、もうこれ並んでる時からめちゃくちゃ美味しそうなのが、もうこれ作ってるところだけで正直もうお腹いっぱいです、僕は。それ冗談ですけど、もう本当に美味しそうで、実際こちらのわなかでは、4種類の味のたこ焼きを、食べ比べができるということで、そちらのメニューを注文して、4種類のたこ焼きをいただいたんですけれども、じゃあ明太マヨと、普通のソースマヨで、ネギ塩ともう一つちょっと忘れました。こちらネギ塩がですね、初めて食べたんですけれど、めちゃくちゃ美味しくて、でたこ焼き自体もやっぱりもうそこら辺で食べるたこ焼きとはもう全然レベルが違うぐらい美味しかったですし、本当にここのわなかのネギ塩たこ焼き、これぜひですね、大阪へ行ったら、心斎橋とかにもですねあって、店舗が結構分かれてるのですごく行きやすいと思いますし、ぜひ行ってみてください。たこ焼きに、冒頭の方でも映りましたけど、串カツもいただいてですね、であとはお好み焼きを食べようかどうしようか迷ったんですけれども、僕は、この後登場しますけれども、お寿司の方ですね、お昼ご飯にいただいたので、後ほどそちらのお寿司のお店もですね、ご紹介できればというふうに思っております。観光者の僕が言うのもおかしな話なんですけれども、やはり観光地というのは観光地価格という言葉があるぐらい、同じもの一つとっても値段がちょっと高かったりするので、もしコスパよく美味しいものを食べたいっていう方はですね、ぜひ地元の方に話を聞いてみるのが一番いいかなというふうに思います。実際僕が旅行へ行く時も、事前にもちろん調べていくこともありますけれども、事前に調べて絶対にここに行きたいっていうので、並んでまで食べたっていうのはですね、今パッと思い出す中では本当にないですね。基本的にはもう行って、ここ美味しそうだなとか、地元の方とちょっとお話をさせてもらって、どこかおすすめのお店ありませんかっていう風に聞いたら、どこどこがいいよっていう風に教えてもらって、実際にそこへ行ってみると、これほぼほぼ外れないんで、やっぱり地元の方に聞くのが、そういった意味でも一番いいかなと、僕の経験からしても本当にそういう風に思います。少し話は変わるんですけれども、旅行に行く時って事前にしっかりと予定を立てて旅行へ行くタイプと、もう何もかも旅行先で決めてしまうよ、この2択があると思うんですけれども、皆さんはどっち派ですか？僕はですね、もう後者の方で、何をするかとか何を食べるかっていうのはもうその旅行先で何もかも決めてしまうんですけれども、ただホテルやレンタカーだけは絶対に事前に取った方がいいです。これなんでかって言いますと、例えばホテルの場合ですと30日前割引、90日前割引といったようにですね、早く取れば取るほど安くていいホテルに泊まれるんですね。なので僕はホテルやレンタカーだけはもう本当に日にちが決まっていればすぐに予約を取るようにしているんですけれども、これだけでもですね、全然旅行の楽しみ方が変わってきます。で僕の場合ですと、先ほど言ったように予定を何も決めずに行くので、例えばその日にお肉が食べたいなとか、その日はお魚が食べたいなとか、日によって食べたいものって変わると思うんですよね。やっぱり旅行へ行った時ってちょっと食べたいものを食べたかったりとか、飲みたいものを飲みたかったりすると思うんで、それってもうその日にならないとちょっとわからないっていうのもありますし、ただ、この日はこのホテルじゃないな、今日はあのホテルが良かったなってなることなんて僕は一回もないんで、今日はレンタカーあの車が良かったなとか、それも僕ないんで、そういうのがある人はもうぜひ当日に撮ってもらったらと思うんですけれども、基本的には皆さんないと思うので、
ぜひ安くですね抑えれるところはしっかりと抑えて、でちょっと豪華に食べ物をしてみたりですとか、本来の予算では行けなかったところにですね、浮いたお金で遊びに行ってみたりとか、そういう風に絶対使った方がいいので、これはですねホテルだけじゃなくて、レンタカー先ほども言いましたけれども、飛行機とか新幹線でも早割っていうのはありますので、皆さんご存知とは思いますけれども、もし海外の方これ見られておられましたらですね、なるべく早く予約を取るようにしてください。僕はプライベートで本当に旅行へ行くときは基本的に何も決めずに行くんですけれども、この撮影の時はさすがに1日とか2日で目的の場所を撮影しないといけないので、結構ハードスケジュールなんですよね。なのでもう事前に、ここへ行くここへ行くっていうのを決めて、A から B までの移動距離がどのぐらいだから、だいたいもう撮影時間をこのぐらいにしてとかっていうのを全部決めていくので、実際両方やるんですけど、両方のパターンで旅行している僕からするとですね、予定を決めていくのはもう無駄がなくて、本当に行きたいところを全部回れるっていうメリットがあるので、これはこれですごい素敵なんですけど、予定を決めずに旅行するときはそれはそれでも何をしようかってなったことないんですよね。これが本当不思議なんですけど、やっぱりテンションが上がったりしちゃって、これをしたいこれを食べたいってなるんで、かなりそっちの方が思い出にも残りやすいかなって僕は思ってて、なので僕はいつも予定を決めずに行くんですけれども、皆さんですね、今の話を聞いて、もしよかったらですね、いつもやらない方を今度やってみてください。はい、ということで今昼食を食べにこちらのジネンというお店に来ているんですけれども、ここがですねもう美味しいのはもちろんなんですけれども、コスパが神のお店でしたね。今映っている10貫のお寿司に茶碗蒸しと赤だしがついて、なんと1200円でございました。こちらのうなぎバターはですね、この店の名物ということで別でちょっと頼んで食べたんですけど、このうなぎバターもめちゃくちゃ美味しかったですね。美味しい昼食もいただいてですね、ここから先の撮影も頑張っていこうということで早速載せていきたいんですけれども、ちょっと長くなってしまいそうなので、また続きは来週出したいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた来週。